今日はヤマハの原付2種 125cc クラスのスクーターの中でも特にスポーティーな1台、シグナスグリファスに試乗しています。こうしてちょっと住宅街の中を走っただけでも、これまで試乗してきたアクシス Z、ジョグ125とはかなり違うフィーリングだと感じ取れます。今日はこのシグナスグリファスの基本的な乗り味を確認しつつ、これまでの2台とどのように違うのか、その点にフォーカスしながらレビューをお送りしたいと思います。それでは今回試乗したヤマハシグナスグリファスの外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 1935mm、全幅は 690mm、全高は 1160mm、シート高は 785mm、ホイールベースは 1340mm、最低地上高は 125mm、車両重量は 125kg、タイヤは前後ともにチューブレスで、サイズはフロントが 1207012 インチ、リアは 1307012 インチ、フレーム形式はアンダーボーンで、キャスター角は 26.3 度、トレール量は 90mm、パワーユニットはヤマハが誇るブルーコアエンジンで、形式は水冷4ストローク4バルブ SOHC 単気筒、ボアストロークは 52mm×58.7mm で、総排気量は 124cc、 圧縮比は 11.2 で、最高出力は12馬力8000回転、最大トルクは 11Nm 6000回転、可変バルブ機構 VVA を採用し、6000回転で低速向けのローカムと中速高速向けのハイカムが切り替わる構造となっています。またジェネレーターと始動用モーターを一体化したスマートモータージェネレーターを採用し、始動時の静粛性に優れています。変速は V ベルト式の CVT です。フロントサスペンションは成立タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアはユニットスイング式を採用していますが、駆動系の反対側にはスイングアームがあり、リア周りの剛性感に優れます。ショックアブソーバーは左右にあり、それぞれプリロード調節が可能です。フロントはウェーブ形状のローターを持つ油圧式シングルディスクブレーキ、リアも同じく油圧式シングルディスクブレーキとなっています。日本仕様では ABS の採用は見送られ、前後連動ユニファイドブレーキシステムを採用。リアブレーキのレバーを操作すると、フロントにも制動力が配分される仕組みとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。樽型のグリップラバーを採用しているほかはシンプルそのもの。左右レバー、スイッチボックスもオーソドックスなタイプを採用しています。メーターパネルは大型の反転液晶タイプ。基本的な表示項目に加えてタコメーター、時計を内蔵しています。また小ぶりなメーターバイザーを装備しています。スポーティーなモデルでありながらアンダーボーンフレームを採用したことにより、フラットなステップフロアを実現。燃料タンクはこのステップフロアの下に格納され、容量は 6.1 リットルとなっています。フロント周りには利便性に優れる高い位置に据えられた給油口、シャッター付きキーシリンダー、格納式コンビニフック、USB 電源ポート付き小物入れを装備しています。シート形状はご覧の通り、その下のラゲッジスペースの容量は約28リットルで、実際に試したところではフルフェイスヘルメットやシステムヘルメットも収納可能でした。灯火器類はウインカーを除き全て LED を採用しています。こうして止まっている状態だと、アクシス Z は本当にエンジンが止まっているんじゃないかというぐらい振動が少なかったですが、このモデルに関して言うとエンジンが稼働しているというのがライダーにもはっきりと伝わってきます。あと今両足をついていますが、私はスポーティーなスクーターということで若干懸念していたところはありましたが、足つき性も悪くはないと思います。
両足べったりついて、私の場合だと膝が少し曲がっていたぐらいなので、こればかりは体格によるところなので何とも言えませんが、多くの方はそれほど足つきは悪くないと感じるのではないかと思います。そしてここは住宅密集地なので、速度をぐっと落として、今20キロ程度ですね。ゆっくりと走っていますけれども、車体安定していますね。このモデルは前後ともに12インチのホイール、タイヤを採用しているということで、これまでの2台よりはやはりタイヤが大きい分、安定成分は相当強めに感じられます。このように歩くような速度でも車体はビシッと安定しています。街中の走行では意外とこういった低速走行時の安定性というのが重要だと思いますが、その点でもこのモデルは優秀だと思います。ライディングポジションは前回試乗したジョグ125とは雲泥の差で、相当ゆったりしているという感じです。どちらかというとアクシス Z に近いかなというぐらいの車格もあり、そしてシートの広さも同じぐらいあるのではないでしょうか。ハンドルバー、グリップの高さはスクーターとしては標準的なものと言えると思います。で、これは細かいところなんですが、グリップのラバーがちょっと樽型の形状をしていて、これは最初どうなのかなと思ったんですが、こうして走り出してみると意外と握りやすくて快適だなと思います。ふわっとグリップをホールドするだけでスロットル操作などができるようになっているので、長距離を走った時も意外とこういうグリップというのは疲労軽減に役立つのではないかと思います。ステップフロアの広さについてですが、私の靴のサイズは 26.5 ですが、このフロアのフラットな部分に足を置いている場合は足の置きどころはほぼ一点に決まってしまうという感じです。そしてシートは広々とはしているのですが、ライダーが最も自然に着座できる位置、ちょうどシートの真ん中あたりというのは、これは形状のせいなのか、それともウレタンの硬さなどが影響しているのか、ちょっと落ち着きが悪いかなという印象です。ここはちょうどダムの上で道路のつなぎ目が多いんですが、こういうところを走っていると少しライダーの着座面がずれてくるかなという感触があります。ステップフロアの前方には足を投げ出せるようになっているのですが、ちょっとやってみます。着座位置を全く後方にずらさないと、私の場合このように足を前に投げ出すとかなり膝が窮屈というか、足首が反り返っているような感じで、この体勢はちょっと辛いですね。ですので少し着座面を後ろにずらすと、シートの硬さとかその足の角度、そしてこのステップフロアに投げ出した足のその力の入れ具合で車体のホールドがバシッと決まるという感じです。先ほどちょっと落ち着きどころがないと言いましたけれども、こういったライディングポジションに照準を合わせているのかもしれないです。この状態だと私の尾てい骨がちょうどシートのわずかな段差にかかるんですが、シートのグリップもいいですし、そのわずかな段差がライダーの着座面が後方にずれるのを抑えてくれるといった感じで、相当バシッと決まるという感じです。このモデル、冒頭でスポーティーだとご紹介しましたが、意外とこういうごくごく低速の走行も得意なようで、車体も安定していますし、エンジンのごく低回転域も扱いやすく調教されている気がします。スロットのこの微回領域というんでしょうか、その部分が使いやすいです。例えばジョグ125などは10インチの小径ホイール、そして短いホイールベースであったこともあり、街中走行にあっても比較的クイックな動きに照準を合わせていたかなという印象だったのですが、このモデルはどちらかというと特性的に言うとアクシス Z に近いかなという印象。落ち着いて、例えば小さく曲がらなくてはいけない左折などもゆったりと曲がることができるといった印象です。このモデルはアンダーボーンフレームを採用しているということで、それによってフラットなステップフロアを実現しているわけですが、
車体の剛性面でもしなやかさを併せ持っているのではないかという気がしています。こうして乗ってみると、フラットフロアを諦めて車体剛性に注力したモデルとは明らかに乗り味が違うような気がします。このモデルもスマートモータージェネレーターを採用していて、つまり車両の発電機を利用してエンジンを始動するという方式になっていて、始動はとても静かに行うことができます。皆さんお分かりになっているとは思いますが、あえてやってみたいと思います。エンジンを切りまして、このように、はい、こんな感じでキュルキュルキュルっていう音が全くしないので、こういう点はね、朝早く通勤通学出かけるという方は静かでいいと思うのではないでしょうか。このような信号の少ない回送路を気持ちよく流している程度ではギリギリですが、低回転域用のカムがまだ機能しているという状態で、エンジンのフィーリングとしてもとてもゆったりとしていて、私は気持ちいいと思います。で、ここからスロットルを開けていくと、はい、今 VVA のインジケーターがここに点灯しましたけれども、このカムが切り替わったからといって全くエンジンのキャラクターが変わるわけではなく、ライダーが意識できるのはこの排気音の違いぐらいではないでしょうか。ではこの VVA のメリットはどこにあるのかというと、私は低回転域から高回転域まで平均してエンジンのパワー、トルクが得られるというところにあるのではないかと思います。今先行車がいるのでそんなに速度を上げていませんが、このようにエンジンの回転数があまり上がらないような走り方をしていても、今度逆に低回転向けのカムが機能し始めるので十分なトルクが得られている。どちらかというと私は高回転域よりもこのように低回転域でもねっとりとしたトルクが得られるというのが VVA のメリットであるような気がします。ここはちょっと道が狭くコーナーも多いところなので速度が落ち気味になるのですが、そういった時でもスロットル回路は本当に遊びが取れてから1ミリとか2ミリとかそれぐらいのスロットル回路なんですが、十分なトルクが出ているので車体が安定しているというのがライダーにも明確に伝わってきます。この辺りは低回転域が弱いエンジンとは明確に違う部分だと思います。これはちょっと私の予想が外れていましたが、ハンドリングもそんなに闇雲にシャープなハンドリングというわけではなく、どちらかというと私は全体的に落ち着いているなと感じます。この辺りは先日乗ったジョグ125とは全く違うキャラクターだなと感じます。うねるようなギャップが主流の場所を走っているときは、この前後の足回り、そしてタイヤもうまくショックをいなしてくれているという感じ。吸収しているという感触は少ないのですが、うまく受け流しているような、先ほどもコメントした通り、ギャップを拾った時の振動の最も嫌な部分、振動の波形の頂点の尖った部分がきれいに丸められているという感じなので、そんなに嫌な感じがライダーに伝わってこない。近年ではこの手のスポーティーなスクーターに乗ると、またこのパンパンの前後の足回りかとちょっと萎えてしまうようなところもあったのですが、そういうスクーターたちと比べるとこの前後の足回りは私はよくできていると思います。そして両国屋さんのコーナー、今日は先行車がいるので速度は上げられませんが、逆にこのモデルの低回転域がよくわかるのではないかと思います。左に回り込んで急激にぐーっと上っているコーナーなんですが、さすがにやはり余裕がありますね。今スロットルほとんど開け直さなかった。コーナーに進入した時と同じようなスロットル回路で急激な坂道を上ることができました。先ほど私はこの VVA のメリットは高回転域よりもむしろ低回転域で力強いトルクが得られることではないかとコメントしましたが、ああいったようなコーナーで試してみるとそれがよくわかります。このモデルはこれまでの2台と違って同じ 125cc スクーターでありながら
前後ホイールが12インチとやや台形化されているので、こうして走っていてもその前後タイヤがもたらす安定成分、タイヤが回転することによって得られるジャイロ効果が結構明確に感じられて、これがですね、車体を安定させるのに相当貢献しているという印象です。このようなコーナリングしている時も含めて、前後ともにサスペンションはそんなにやみくもにストロークしているという感じではないですね。その逆を拾った時の振動の嫌な部分は結構丸めてくれるのですが、前後ともにサスペンションは程よく締め上げられているといった感じがします。おそらくですけども、先ほどから私がコメントしているこのモデルの前後足回りの好印象というのはタイヤによるもの、そしてこの前後のサスペンションもサスペンションのその速い動きというか動き始めの部分がしなやかにできているので、乗り心地としてはよく感じられるのではないかと思っています。市街地でコメントの途中となりましたが、このモデルは比較的大型のシートを採用しているので、例えばライダーが足を前に投げ出したとき、場合によっては膝が伸びきるぐらい足を前に出したいというときは、このようにですね、着座位置を後ろにずらすと、膝が完全に伸びた状態だと、私のお尻はちょうどそのライダーズシートとタンデムシートの境目、なだらかな段差があるのですが、その部分にちょうどお尻がかかっているという感じなんですけども、そうですね、アクシス Z ほどではないですけども、やってやれないことはないという感じです。ただ、こういう乗り方をすると完全にライダーの肘は伸びきってしまうので、長時間は難しいとは思いますが、ちょっとね、足が疲れたときはこんな乗り方をしても良いのではないかと思います。そこまで要求しないのであれば、ある程度このように膝がゆったりする程度足を前に投げ出してライディングするとなると、そうですね、先ほどは完全にシートの段差にお尻が乗っていたのですが、それよりもちょっと前、この状態であれば私は比較的落ち着いているし、市街地でコメントした通り、このポジション結構決まるんですよね。これであれば車体もしっかりとホールドできますし、なかなか良いと思います。あと、このように着座位置を後ろに下げてライディングしていると、多くのスクーターでは、ほとんどの重量物が車体の後部、しかも低い位置に集中しているので、フロント周りがふわふわするような、ちょっとタイヤの接地感が足りなくなるような心もとない感じになることが多いと思いますが、このモデルではこのように着座位置を結構後ろに引いてもフロントタイヤの接地感がかなりあって、これも走っている時の安心感につながると思います。これまで試乗してきたモデルと同様に、このモデルの燃料タンクもステップフロアの下に格納されているので、そういう点では前輪荷重を稼ぎやすい構造となっているわけですが、それにしてもこのフロントタイヤの接地感はかなりいいと思います。これまで試乗してきた2台と異なり、リアはユニットスイング式を採用していますが、駆動系の反対側にもスイングアームが伸びていて、リアホイールは両側で支える方式となっています。またそれに伴ってショックアブソーバーも片側に1本ずつある方式なのですが、それが影響しているのかどうなのか分かりませんけれども、やはりこうして乗っていると、わずかながらリアのドタバタ感、バネした重量の重さに伴うドタバタ感はある程度感じると思います。ユニットスイング式にまつわるバネした重量の重さだけではなく、スクーターの場合は車輪の小ささ、台形化されているとは言っても12インチですから、より大きなホイールを持つバイクと比べるとやはり不利な面があるのですが、ただそれを差し引いたとしても、私はこのモデルの前後の足回りはよくできている方だと思います。それでは 125cc クラスのスクーターにはちょっと厳しいと思われる険しい峠道を走ってみます。今まだフルスロットルにしていませんが、こうして走り出してみると、これまで試乗してきた2台とはやはりエンジンのパワーが違うなという気がします。信号の少ない回送路でコメントした通り、どちらかというと私は高回転域よりもやはり低回転域にこのエンジンの魅力を感じます。
今もそうなんですが、まだ VVA のインジケーターが点灯していないのですが、そのあたりがねっとりとした太めのトルクが出てくるので、やはり峠道では速度を乗せやすいというところがあるのではないかと思います。ここもそうですね。コーナーを抜けてスロットルを開けていくとき、その開けていく途中で VVA のインジケーターが点灯するんですが、もうその手前のところがかなりトルクフルで速いという感じです。結果的に全域にわたってトルクフル、パワフルというエンジンのフィーリングになっているので、こういった峠道ではフルスロットルにすることが多くなるのかなと思ったのですが、そんなに飛ばす気でもなければフルスロットルまで至らずとも十分に余裕を持った走りができるという感じです。こういったところもそうなんですが、先日乗ったジョグ125と比べるとどこかビッグスクーター的な車体の落ち着きもあり、なかなかいいなと思います。エンジンにも動力性能的な余裕がありますし、乗っているフィーリングとしても少しどっしりとした安定感があって、このような峠道を気持ちよく走ることができます。ジョグ125も速度の乗りはいいと言いましたが、それとはやはり明らかに体感できているトルクが違うという感じ。それプラスやや落ち着いた車体の組み合わせということなので、全体的には意外なことにそれほど目を三角にして峠を飛ばすようなモデルではないと私は思いますが、速いことは速いですね。全体的に走っている印象としては、これまで乗った2台よりも、特にジョグ125と比較しても走行しているアベレージは5、6キロこのモデルの方が速いなという印象。このモデルは前後ディスクブレーキを採用していて、フロントはウェーブ形状のローターを持つシングルディスクブレーキとなっていますが、やはりスクーターですのでフロントの制動力はややマイルドに調整されているかなという感じ。あとこのモデルは本国台湾では ABS 仕様も存在するそうですが、日本に導入されているのは前後連動ブレーキ仕様、ヤマハでいうところのユニファイドブレーキシステムを採用したモデルとなっています。で、今度その左手のブレーキレバーを操作しているのですが、このブレーキレバーを少し強めに引き込むとフロントブレーキが効いていることもしっかりと感じられます。そして結構よく止まります。この左手のブレーキレバーを操作している時のフィーリングは明らかに先日試乗したジョグ125の前後ドラムブレーキとは異なり、やはりブレーキをかけていく時、そしてレバーをリリースしていく時のフィーリングはとても良いと思います。今ちょっとギャップの多いエリアを走ったのですが、乗り心地はやはりアクシステッドと比べると一段劣るかなという気がします。ただこれまでコメントしてきた通り、ライダーに嫌な振動としては伝わってこないので、全体的にはこのモデルも乗り心地は悪くないと私は思います。前後のホイールが12インチとやや台形化されているので、コーナーのイン側をくるっと回ろうとすると、やはりジョグ125などよりは積極的に車体に入力していく必要があるかなという感じ。曲がらないわけではなく、どちらかというとこれに関してはジョグ125がシャープだったということだと思いますが、そしてここはこのような結構回り込んだコーナーが連続するエリアなのですが、そしてなおかつ登っているということで、125cc クラスのスクーターだと速度を復帰させるのがなかなか大変というエリアなのですが、このモデルであればそういった心配は全く必要ありません。やはり低回転比は力強く感じます。そしてこのように開けていっても音からも分かると思いますが、エンジンの回転数だけが先にどんどん上がってしまうという傾向はこのモデルではやや少なめで、
おそらくその VVA も大きくこういった乗り味には貢献しているんだと思いますが、比較的このエンジンの回転数の上昇と速度の上昇が一致しているリニアな乗り味、エンジンフィーリングだと思います。この大型のメーターパネル、実はこれが私はこのモデルで一番ちょっと残念なところかなと思うんですが、見づらいんですよね。このメーターパネルを覆っているこの透明の樹脂製のカバーにある程度色がついているんじゃないかと思います。薄いブルーかなという感じがしますが、それもありますし、あとその透明のカバー自体がこうカーブしているというか少し湾曲しているんで、空であったりとか周りの木々とかが盛大にこのメーターパネルに反射してちらっと目を落としただけではなかなか速度とか回転数が確認しにくい。これまで試乗してきた2台と違って時計もついていますし、そのあたりの機能性もあるだけにちょっと基本的に見づらいというのが本当に残念だなと思います。あとこのモデルはこういったメーターバイザーも装着されているのですが、これはあくまでもデザインのもので、ライダーのウィンドプロテクション効果はほとんどないと言って良いと思います。その他ですね、給油しやすい高い位置についている給油口、先ほどですね、満タンにした時に私やってしまったんですけども、注入しているガソリンの様子も見えやすくて良いと言ってきましたが、あまり勢いよくガソリンを注入してしまうとちょっと吹いてしまうところがあるみたいです。あと蓋なしの小物入れで、この中には USB の電源を取るためのソケットなども装備されていて、格納式のコンビニフックなどもありますし、装備は充実している方だと私は思います。あとこれまでの2台と違ってこのモデルがとてもいいのは、シート下にヘルメットをちゃんと収納することができます。ジェットヘルはもちろん私の手持ちのちょっと膨体が大きくなると思うのですが、システムヘルメットなども収納することができたので、おそらく一般的なサイズのものであればある程度どんなヘルメットもこのシート下に収納できると思います。またこれもこのモデルの手抜き感がなくていいなと思ったポイントなんですが、ちゃんとシート下のラゲッジスペースにはカーペットというかマットが敷かれていて、近年ではですね、ヘルメットを逆さにしてシート下に収納するモデルが増えてきていましたが、あれはね、ちょっとヘルメットに傷がつきやすいということもあって、私あんまり好きじゃなかったんですが、ちゃんとラゲージスペースにマットというかカーペットが敷かれているのは本当にいいポイントだと思います。私はこのモデルの最もいいところは、全域にわたってパワフル、トルクフルなエンジンであると思います。またそのエンジンの恩恵を感じやすい比較的落ち着いた車体が組み合わされているというのもこのモデルの大きな美点ではないかと思います。このようなフラットなフロアを諦めてスクーター用のダブルクレードルフレームなどを採用する例が増えてきていますが、実際には皆さんのコメントなどを読んでみると、フラットなステップフロアにこだわっている方も多いようで、そういう方にとっては満足できる動力性能を確保しつつ、このようなフラットなステップフロアを実現しているモデルというのは注目に値するのではないかと思います。一方このモデルの少し気になったところですが、やはりこのモデルもパーキングブレーキ的な機能は盛り込まれていません。両手を離して何かしなきゃいけないとか、そういったシーンでやはりパーキングブレーキあると便利ですし、あと駐車時の安全性ということを考えると、私はやはりコストがかかってもパーキングブレーキ的な機能はあった方が良いのではないかと思います。あとこのモデルは前後ディスクブレーキを採用しているということで、その分フィーリングは良くなっていますが、前後ディスクブレーキなだけに通常のリアドラムブレーキと比べてもコストは多めにかかるということは理解しておいた方がいいと思います。また先ほどもコメントした通り、車格としてはアクシス Z とほぼ同じぐらいの大きさがあるので、例えば狭い駐輪場での取り回しや狭い駐車スペースに止める場合というのは少し苦労するかもしれません。またこのモデルはサイレンサーが少し横に張り出しているので、その点もですねちょっと気になる場合もあるかもしれません。ヤマハの 125cc クラスのスクーターを3台立て続けに試乗してきましたが、動力性能といい道具としての使い勝手といい、私はちょっとお値段は張りますが、どれを買うかと言われれば
これが本命かなという気がしています。ということで今日はヤマハの 125cc クラスのスクーターシグナスグリファスに試乗しました。それでは。